新しい薬を開発する上で実は毒性っていう目に見えない大きな壁があるんです。でも、もしその壁を開発のそれも本当に最初の段階で AI を使って見抜けちゃうとしたらどうでしょう。今回はですね、まさにそんな創薬の未来を切り開くかもしれないすごい無料ツールプロトックス2について、その仕組みと可能性を一緒に見ていきたいと思います。はい、まずは新薬開発がどんなジレンマを抱えているのかという話から入っていきます。で、その解決策として登場するのがプロトックス2。これが一体何なのか、そして AI がどうやって危険を予測するのか、その使い方まで見ていきます。最後にはさらに進化したバージョンと AI が僕たちの医療をどう変えていくのか、そのあたりの話もしていきましょう。さて、そもそもどうして新しい薬を一つ生み出すのってこんなに大変なんでしょうか。その裏には開発者たちを本当に悩ませる大きなジレンマがあるんです。これって創薬の社会ではものすごく根深い問題なんですよね。何年もかけて莫大なお金もつぎ込んで開発した薬の候補がほとんど世に出ることなく消えていってしまう。その一番大きな壁って一体何だと思いますか？新薬の開発ってものすごいお金と時間がかかりますよね。それに動物実験っていう倫理的なハードルもある。でもたとえそれら全部をクリアしたとしても、開発チームの前にドーンと立ちはだかる最大の壁、それが予期せぬ毒性なんですね。この見えない敵を開発の本当に早い段階で見つけるっていうのが今までめちゃくちゃ難しかったわけです。そんなすごく難しい状況を打ち破るために開発されたのが AI を活用した毒性予測ツールプロトキス。まさに創薬のルールをガラッと変えるかもしれないゲームチェンジャーと言える存在ですね。じゃあプロトックス2って何っていうと、これはインターネットさえあれば世界の誰でもタダで使える化学物質の毒性を予測してくれるウェブサイトみたいなものです。専門知識がなくてもクリックするだけで薬の候補がどんな危険を隠し持っているか事前にチェックできるわけです。しかもこれ信頼性もすごいんです。開発したのはドイツの名門シャリテ大学病院なんかの研究チーム。2018年に公開されてから大学の研究でも企業の開発でも誰でも無料で使えるんですよ。目的はたった一つ、危ない化合物を開発のなるべく早い段階で見つけ出して創薬をもっと効率的にすることなんです。じゃあプロトックス2は具体的にどんな危険を教えてくれるんでしょうか？ここからがこのツールの心臓部、 AI による驚きの予測能力の秘密に迫っていきましょう。33。この数字何だと思います？これがプロトックス2が予測できる毒性の種類の数なんです。専門用語で毒性エンドポイントって言ったりしますけど、一つのツールでこれだけいろんな角度から化合物の危険性をチェックできる。いやー、これこそがこのツールの本当にすごいところですよね。で、この33種類の毒性も大きく5つのカテゴリーに分かれてるんですね。例えば飲んだらすぐに体に影響が出るかどうかの急性毒性、それから肝臓とか特定の臓器にダメージを与えないかっていう臓器毒性、さらにはがんの原因になったりしないかとか、体の中のどういうルートで悪さをするかとかまで、ものすごく広い範囲をカバーしているのが分かりますよね。でもどうやってこんな複雑な予測ができるんでしょうか。その秘密は AI の合わせ技にあるんです。過去の膨大な実験データを学習する機械学習だけじゃなくて、似た構造の物質は似た毒性を持つはずだっていう経験則も使ってる。これって例えるならいろんな分野の毒性の専門家たちがチームを組んであらゆる角度から化合物を分析してくれてるようなものなんですよね。こんなに高機能だとなんか使い方が難しそうって思いませんか？でも大丈夫。プロトクス2は驚くほど簡単に誰でも使えるように作られているんです。使い方は本当に簡単な3ステップです。まず調べたい化合物の構造をお絵描きみたいに描くか名前で検索します。専門的な人なら SMILS っていう文字列コードをペタッと貼り付けるだけでも OK で、予測したい項目を選んだらあとはボタンをポチッとクリックするだけ。たったこれで複雑な計算が裏で始まるんです。そしてこのツールの本当にすごいところは結果がすごく分かりやすいこと。ただの数字のリストが返ってくるんじゃなくて、その化合物が持っている毒性の特徴が一目でわかる。まるで毒性の指紋、つまり毒性フィンガープリントとしてビジュアルで示してくれるんです。もう少し具体的に見てみましょうか。例えば致死量を示す LD50 という値、それから危険度を6段階で評価する毒性クラスで、特に便利なのがこのレーダーチャートです。
これを見ればその化合物が肝臓に悪いタイプなのか、心臓に悪さをするタイプなのか、そういう弱点がパッと一瞬で直感的に分かっちゃうんですね。プロトクス2はこれだけでも十分強力なんですけど、ご存知の通り AI の世界の進化って止まらないんですよね。すでにその能力を大幅に超える次の世代のバージョンが登場してるんです。2018年にプロトクス2が出てきてから6年。2024年にその後継版としてプロトクス 3.0 が発表されました。これ単なるアップデートじゃないですよ。まさに進化って呼ぶのがふさわしいとんでもないパワーアップを遂げてるんです。どこが進化したか比べてみると一目瞭然です。まず予測できる毒性の種類が33から61にほぼ倍になりました。使われている AI 技術もより人間に近い考え方ができる深層学習、ディープラーニングですね。それが加わって精度もアップしてます。で、何よりすごいのが神経とか心臓への影響、さらには薬が自然環境に与える影響まで予測できるようになったこと。これは創薬の考え方を根本から変えるかもしれない大きな一歩と言えますね。では最後に、こういう AI ツールが僕たちがこれから使う薬、そして医療の未来を一体どういうふうに変えていくのか、ちょっと考えてみましょう。 AI による毒性予測がもたらす価値って本当に計り知れないものがあります。開発スピードは上がるし、莫大なコストも抑えられる。それに倫理的な課題が多い動物実験を減らすことにもつながります。何よりも危ない薬の候補を早い段階でふるいにかけることで、より安全な薬がより早く僕たちのところに届く、そういう可能性がぐっと高まるわけです。ただここで一つすごく大事なことを言っておかなければなりません。それは AI による予測はあくまで実験を助けるためのものであって、実験そのものにとって変わるものではないということです。いくら AI が進化しても最終的に安全かどうかは実際の実験できちんと確認する必要がある。これは絶対に忘れちゃいけない大原則ですね。 AI の技術って今この瞬間もどんどん進化してますよね。プロトクスのようなツールがもっともっと賢くなれば、将来僕たちが手にする薬は今とは比べ物にならないくらい安全で効果的になってるかもしれません。 AI っていう強力な相棒を手に入れた人類がこれから病気との戦いをどう変えていくのか、その未来はもうすぐそこまで来ているのかもしれませんね。